こんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズ日本語教師の安井です。今回は先日外国人を受け入れている企業様向けに講演をさせていただきました。その講演が好評だったので少し抜粋したものを皆さんにお届けしたいと思います。今まで私がどんな気持ちで活動していたのか伝えたことがなかったので、これからしていきたいと思っていることなども含め、少しでも伝えられたらいいなと思います。では、今回のお話のタイトルは、外国人と共に働き、共に成長する職場づくり、その一言で未来が変わる魔法の法則と題し、日本語という言語の視点から日本語の使い方一つで未来が変わる法則を少しお伝えできればと思います。まず、改めて私の自己紹介から。安井智美と申します。私は日本語教師をしていて、今まで日本語学校、専門学校で教務主任や校長をしていました。学校以外ではビジネスマンやそのご家族、お子さんに日本語を教えていました。現在は日本語教師なんですが、ただ外国人に日本語を教える教師ではなく、日本人にも優しい日本語を伝えています。他には職場の女性活躍推進のためのメンタリングやコーチングを行っています。国籍に関係なく、一人一人がありのまま、自分らしく活躍できる社会を目指して活動しています。きっかけとしては、日本語教育は約20年前から携わり、途中他の業種も経験していますが、2016年から難民支援の日本語教育に携わりました。その時の NPO 難民支援協会様とユニクロのファーストリテイリング様よりゼロ初級、いわゆるひながな、カタカナもわからないゼロの人たちを3ヶ月で日本で働けるようにしてほしいという今までの常識では考えられない要求があり、日本語能力試験 N2 レベルじゃないと働けないという固定概念をぶち破って、どうしたら日本語学習者が日本社会に受け入れられ、共に成長していけるのかを考えるようになりました。その経験からできた新しいメソッドで、今の活動に至ります。結果として、6年間で約300名以上の方に教えて、就職率が 10% 未満から 60% に上がりました。最初は周りからは絶対無理って反対されていたんですが、どうしたらできるか何度も考えて、そして実施、検証、改善を繰り返して試行錯誤しながら作り上げました。そしてその独自のメソッドで確実に成果が上がるようになり、そのノウハウを凝縮させて作成したのがオリジナル教材の伝える日本語です。この屋号のモチベートですが、これは造語で月のうさぎの話から困っている人や居場所を求めている人に月のうさぎがお餅を配るように、あなたにも何かできるんだよっていうきっかけというお餅を配る餅と英語のモチベートの動機づけるという言葉を掛け合わせています。日本人、外国人に関係なくお餅を受け取った人々が何か次の一歩を踏み出せる、そんなお手伝いをしたいと考えてこの名前をつけました。モチベートの日本語教育としては、心の国境を取り除き、誰もが安心して暮らせる多文化社会を目指して活動しています。私が日本語学校の校長をしていたとき、よく外国人を受け入れている企業や、これから受け入れようと考えている企業からこんなことを聞きました。
技能実習生や特定技能、家族滞在など様々な在留資格の外国人を受け入れているんですが、日本語がうまく伝わらないんです。生活のトラブルが多くて、注意してもコミュニケーションが取れないんですが、どうしたらいいですか？また、まだ外国人を受け入れてないんですが、受け入れると大変そうだし、どんな手間がかかるんですか？どんな受け入れ準備をしたらいいですか？というようなことを相談されました。ある企業で実際にあったことですが、その企業で半年ぐらい働いているカンボジア人が就業後に帰ろうとしたとき、人事部長である上司に業務報告書を持っていきました。その時の人事部長の一言がこれです。周りを見てください。皆さん、どうですか？これはどういう意味で人事部長は言ったと思いますか？そしてカンボジア人社員はどうしたと思いますか？人事部長は周りでまだ残業している社員がいるのを見て、どうしてこのカンボジア人社員は周りを手伝わないのか、やる気がないのかという気持ちで言いました。そして言われたカンボジア人社員は周りを見ただけで、何を意図して言われているのか分からず黙ってしまいました。結果、人事部長はあのカンボジア人社員は日本語ができなくてやる気がないやつだとレッテルを貼ってしまいました。実はこのカンボジア人社員は日本語能力試験の上から2番目の N2 を合格していたんです。どうしてこんなことが起こるのかというと、従来の日本語教育で学んできたからなんです。そしてこういうミスコミュニケーションが起こるのは、まず日本語という特徴があるからなんです。日本語には暗黙のルールがあります。これは相手も同じ価値観や常識を共有しているという認識がないと成り立たない、共有認識が強い言語なんです。文化を氷山に例えて話してみましょう。文化の氷山モデルとしてこの図がよく使われますが、この水面上の食べ物、衣服、建築物などが見える文化です。反対に、この水面下の見えないところには価値観、考え方、信仰、言動の意味、立ち居振る舞いなどが隠れています。これが見えない文化です。この氷山全部を理解した上で日本人は日本語を使っているんです。この見えない部分が重要なんです。この見えない部分に力を入れながら日本語教育を行っていくことが大切なんです。さっきのカンボジア人社員を思い出してみてください。どうして日本語能力試験 N2 を合格しているのに現場でトラブルが起きてしまうのかというと、日本語は高コンテクスト、高文脈と呼ばれています。例えば、コーヒー飲むと言われて、明日雪が降りそうだと言われても意味がわかりません。でも、日本語でコーヒー飲むと聞かれて、明日仕事早いんだと言われたら、わかったと答えますよね。この分かったというのは、コーヒーはいらないということが分かったんです。しかし、英語やドイツ語など低文脈と呼ばれる言語では、これでは通じません。明日仕事早いんだと言われても、だからいるの？いらないの？となってしまい、コーヒーはいらないとはっきり言わないと相手には通じないんです。日本語は言葉にしたこと以外の背景情報をお互いに知っておくことが必要だったり、表現したこと以上の情報量が言葉に込められていて、相手を察することが必要なんです。反対に、低文脈である英語やドイツ語は、
言葉にしたことに必要な情報が十分に盛り込まれていて、表現したこと以上の情報量はありません。とても直接的です。このように日本語という言語はとても高度で、先ほどの暗黙のルールというのがあるんですね。だから日本語母語話者間では極端な高文脈の会話でも成立し、非日本語母語話者には理解不能なことも多いです。つまり日本の常識は世界の常識ではないということです。また先ほどの見えない文化に力を入れながら日本語教育をすることが重要とお伝えしました。日本語教育といっても従来の教科書を使った日本語教育、資格試験対策のための日本語教育のように読む、書く、聞く、話すの4技能だけができても現場で使えるコミュニケーションは上がりません。ではどうすれば日本語コミュニケーション力、やり取りが向上するのでしょうか。これは日本語教育の見落とされがちな課題があるんです。この氷山の水面上の部分が日本語とすると、この水面上の部分、例えば一番使用されている日本語能力試験を見るとわかりますが、日本語能力試験の方法は4択問題、マークシートで読む力と聞く力しか評価できません。これが従来の日本語教育でした。そこにこの氷山の水面下にある日本の常識である日本人との関わり方、地域社会、文化などを学ぶことで外国人が日本語で円滑なやり取りができるようになります。先ほどのカンボジア人社員は実は周りを見て先輩たちが残業しているのを知っていました。そして手伝いたいという気持ちもありました。でも以前手伝いますと言ったら、いいよいいよ、大丈夫だから帰っていいよと言われたそうです。その時、自分が手伝うと足手まといになるからダメなんだと思ったそうです。それで手伝ったら邪魔になるし、迷惑がかかるから声をかけなくなったと心の内を話してくれました。じゃあ本当はどうしたいのと聞いたら、手伝うことができるようになりたいと言ったので、その方法を教えました。従来の日本語教育の教科書の会話では、手伝いましょうか？はい、お願いします。いいえ、結構です。という会話表現を学びます。でも、リアルな社会ではそんな教科書の会話だけでは成り立ちません。私はカンボジア人社員に手伝いましょうかと言ったら、日本人はほとんど 90% ぐらいは大丈夫大丈夫大丈夫だからもう帰っていいよと言うと思う。でも手伝いたいよね。はい。そうしたらメモとペンを持ってその仕事を覚えたいので隣で見ててもいいですかと聞こうと伝えました。本当に忙しかったらまた今度ねと言われるので、その時ははい、また今度お願いしますと言って帰ろうと言いました。でも日本人は頑張ろうとしている人を断るのは少ないから、大体いいよと言ってくれると思うから多分大丈夫と伝えました。まずは学ぶ姿勢を見せ、そして学ぶためにメモとペンを持って覚えたことを絶対にメモして、これだけは守ってねと言い、最後には必ず見学させてくれたことのお礼と、その業務に対する質問を先輩にしてくださいと教えました。次のレッスンの日にカンボジア人社員は目をキラッキラさせて、先生、やりました。できました。もう先輩の仕事を手伝うことができます
と興奮しながら嬉しそうに話してくれました。実際どうやったのか順番に話してもらったら、まず手伝いましょうかと言ったら案の定断られ、見学させてくださいと言ったらいいよと受け入れてもらい、そしてメモしながら見ていたら、やってみると言われてやらせてもらえたそうです。すごいですよね。私のレッスンでは相手が何を考えていて、それに対する立ち振る舞い方とその時使う日本語のフレーズを少し教えただけでした。それだけでカンボジア人社員と先輩との関係が変わり、自信を持って仕事ができるようになりました。そしてレッスン終了時には人事部長から、いやー、カンボジア人社員の日本語が上手になって仕事もスムーズに進むようになりました。ありがとうございました。安井先生のおかげですと感謝されました。実は彼の日本語力 N2 レベルは変わっていません。ただどんな場面でどんな日本語を使うのか、日本人がどう考えているのかを教えて、彼が知っている日本語を少し引き出しただけなんです。日本語教育参照枠の Can Do で言うと、日本社会のマナーを理解しながら先輩の仕事を手伝うことができる。そして職場での良好な人間関係を構築することができるというのが目的でした。それを達成するために需要、算出、やり取りの言語活動が行えるようにサポートしただけなんです。これが氷山の見える部分と見えない部分を合わせた外国人向けの教育です。反対に日本人にも同じように日本語の話し方、世界の常識、技能実習生の母国の文化、外国人との関わり方を知ることによってお互いにコミュニケーションが円滑に取れるようになります。そうすると人間関係の形成、場の雰囲気づくりにも役に立つんです。ですから今は外国人だけではなく日本人にもお互いに日本語のコミュニケーション方法を学ぶ必要があると考え取り組んでいるのがモチベートの日本人向け日本語教育です。とはいえ学ぶってどうするの？何をどうすればいいの？大変そうと思われたと思います。これを見てください。外国人が困る日本語の一例です。そこいいですか？ちょっといいですか？ちょっといい？これいい？どうでしょうか？これはどういう意味でしょうか？全部いいという言葉が使われています。いいというのは良い、OK という意味で教えられています。ですから、そこいいですか？そこ OK ですか？ちょっと OK ですか？ちょっと OK？ これ OK？ 外国人には何をどうすればいいか、言葉を聞くだけでは分かりません。でも日本人は分かります。日本人はその場面の状況やイントネーション、身振り、手振りなどで判断しています。よく日本人は大丈夫を使いますよね。それも同じです。このようにちょっとした言葉の使い方、意識の持ちようで相手に伝わるか伝わらないか大きく変わってきます。これは相手が外国人だからというだけではなく、日本人でも同じだと私は思っています。最近、優しい日本語を使いましょうと聞くことがあると思います。優しい日本語ってどうやるの？と思われますが、簡単です。明日から使える優しい日本語の法則はこちらです。ハサミの法則です。
はっきり言う、最後まで言う、短く言う。日本人は最後の動詞や熟語を言わないで終わる会話が多いです。これやってもらえませんか？ちょっと。ちょっと何？ちょっとだけならいい。ちょっと嫌？ちょっと無理？など分かりにくいので、はっきり最後まで言いましょう。そして長々と余計な説明は入れず、短く言うことがポイントです。どうですか？優しい日本語って名前から優しいので、何か特別な勉強をしなければならないということはないです。少し意識するだけで明日から使えますし、自分の行動が変わると相手の行動も変わり、どんどんいい変化が伝染していきます。外国人に関する言語の問題は本来相手の母語を使う多言語対応で解決すべきです。ベトナム人にはベトナム語でサポートした方がいいのではないかということです。しかし、現実的には多言語対応にはキリがありません。限界があります。在留外国人は優しい日本語を使えば約 80% の人が理解できるという調査もあります。もちろん母語で話してしっかり理解してもらいたいことは通訳やポケトークに任せて、ある程度のことは優しい日本語で対応できるということです。最近多文化共生という言葉をよく聞きますが、多文化共生とは国籍や民族など異なる人々がお互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築きながら地域社会の構成員として共に生きていくことです。外国人が日本語でのコミュニケーションを習得することで、外国人は業務を早く理解することができますし、日本人と協力して作業を進めることもできます。また、コミュニケーションが取れるので、理解度が高くなり、積極的に仕事をすることができます。さらに、自分に自信がつき、職場への満足感が高まります。このような結果から、ミスの削減や業務の円滑化、チームの強化、そして高い定着率が実現します。これらはすべての企業の生産性向上につながり、競争力を強化することにもつながります。じゃあ、わかった。日本語教育だな。日本語教育が大事だと思っていただけたと思いますが、さっきのカンボジア人社員を思い出してください。日本語能力試験では上から2番目のレベルでした。ですが、職場内でのコミュニケーションはうまくいっていませんでした。それはどうしてなのか。それは日本語を使って何ができるようになりたいのか。この何々ができるという観点の can do と、先ほどの氷山の水面下にある見えない文化が大切なんです。外国人を受け入れるメリットはたくさんあります。受け入れている企業からこのような声を聞きました。マンネリ化していた職場が明るく、若い技能実習生が来たことで職場が活性化した。暗黙の了解で進んでいた業務を見直し、マニュアル化することで利用者さんへのサービスの質が向上した。職員の視野が広がったなど、それぞれの職場で気づきがあります。また、外国人が定住するということは、その外国人が介護や医療を受ける側にもなります。その際、外国人の利用者さんが来た場合、母国語で対応できるなどのメリットもあります。実際に、モチベートの日本人向け研修を受けてくださった介護施設の職員の方からは、研修を受けて自分がどれだけ曖昧な表現を使って指示していたのかを気づくことができた。具体的に伝えることで同じ理解、同じ思いを持てることに気がついた。根本的な常識の違いを念頭に入れて行動するだけで通じ方が全く違うことが分かった。そして外国人社員とのコミュニケーションの取り方を学んだことで
利用者さんとのコミュニケーションも取りやすくなった。また、職場の日本人同士の意思の疎通がスムーズになったという声もいただきました。このように、モチベートの活動は外国人に日本語を教えるだけでなく、外国人を受け入れる日本人向けにも優しい日本語や異文化理解の研修を行っています。今回のテーマである外国人と共に働き、共に成長する職場づくりをするため、国籍に関係なく一人一人が話す言葉の力、そして皆さんの気づきを行動に移し、その一歩が職場をもっと輝かせ、そして地域が盛り上がっていくことを願っています。最後まで視聴していただきありがとうございました。今回のテーマは私なりの考えや経験をお話ししましたが、皆様の中で何か一つでも新しい気づきやヒントになればいいなと思っていますし、これからもこのテーマについて皆さんと一緒に考え続けていけたらと思っているので、ぜひコメントしてください。また、モチベートの活動にご興味ある方や、一緒に活動したいと思ってくださった方は、ぜひコメント欄にコメントください。こちらもお待ちしてます。